ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりウプ主です。この動画ではバイオリン弾きのウプ主が、ドボルザーク、交響曲第8番の解説をします。よろしくお願いします。ちなみに、ウプ主の自己紹介はこちらです。興味のある方は動画を止めてご覧ください。それで、この曲が交響曲第8番。はい。通称、ドボ8と呼ばれています。なんだかとても心に染みる曲ね。そうですね。端正な曲調、さらに民族要素のある素敵な曲です。ウプ主は学生時代にこの曲を弾いたことがあって、個人的にも思い入れのある曲です。いいじゃない、ぜひその魅力を知って帰りたいわ。それでは、ゆっくりしていってね。それでは、ドボルザークの人物像を紹介しましょう。ドボルザークは、1841年から1904年に活躍しました。時代で言うと、ロマン派。より自由な音楽が認められるようになった頃です。昔と言っても意外と遠くないのね。彼の出身地は、チェコ西部、ボヘミア地方です。地図で言うと、この辺りですね。ボヘミア地方は、昔から様々な民族が集まり、彼らはそれぞれの民族音楽を持ち込んだのです。特に、スラブ民族の音楽が盛んとなりました。民族音楽の集合体がボヘミア音楽になったのね。ドボルザークはボヘミア地方で育ったため、この民族音楽の要素が作品によく現れるのです。だから彼の音楽を聴くと、郷里を懐かしむ感じがするのか。ちなみにこのボヘミア音楽は、隣国のオーストリアやドイツの影響も受けており、西洋の語法も混ざった独特のものになっているのです。この音楽のルーツは一度では語りきれないので、別の機会があればまた紹介します。さて、ドボルザークの性格ですが、温厚で親しみやすい人物でした。彼は、肉屋と旅館を営む商売人の息子だったので、人柄がとても良かったのです。また、彼は家族思いでした。彼は妻のアンナと苦楽を共にし、6人の子宝に恵まれました。他にも、鉄道好きとして有名です。あら、素敵な趣味ね。作曲で悩んだ時は、葉巻を1本加えて、汽車を見に出かけていたそうです。彼の曲には時々、鉄道の音のようなモチーフが出てきます。ユーモラスな一面もあったのかもしれませんね。では、交響曲第8番のことをお話ししましょう。彼はどんな心境だったのかしら。第8番が作られたのは1889年。ドボルザークが48歳の時です。実はドボルザークは、音楽家としては苦労人で、30代後半まで夫婦ともに貧乏でした。しかし、彼のボヘミア音楽を活かした作曲により、40歳を過ぎて、やっと国際的に認められたのです。金銭的にもようやくゆとりができ、ボヘミアの、ビソカー、という景勝地に家を購入しました。ビソカーは、小高い丘に緑豊かな景色が広がる、美しい地域です。ふるさとの自然が好きだったドボルザークは、ビソカーの家をたちまち気に入り、後の創作エネルギーにつながったと言われています。交響曲第8番はこの家で作られました。その曲調は、まさにこのビソカーのような情景と、彼の明るい気持ちが現れたかのようなのです。へえ。まるで、ベートーベンの、田園、みたいなエピソードね。ただ、正直に言うと、この曲が明確にビソカーから着想されたのかは、わかっていません。ですが、この頃のドボルザークの心境、長い苦労を経てようやく認められ、やっと安定した生活を送れたことを考えると、ビソカーの情景を見て、のびのびとした心情で作曲された。そう考えてもいいのかなと思います。なるほどね。さて、今回のポイントをまとめると、この通りです。長い苦労が報われた末の曲か。人としても、曲としても人情味を感じるわね。では、曲の中身に移りましょう。待ってました。この曲の魅力は何と言っても、西洋とボヘミア要素をバランスよく楽しめることです。彼はチェコ出身ですが、ハイドン、ベートーベンなどの西洋から基礎を学びました。この曲の数年前にもブラームスから影響を受けました。一方、作曲面では、スラブ舞曲集で民族音楽を研究し、さらに、ビソカーの情景にも影響を受けました。第8番は、これらの経験を経て生まれたため、郷愁感を味わいながらもまとまりがあって素敵なのです。両方をバランスよく楽しめるってわけね。もう一つ、
この曲は、意外性が多くて楽しい、です。意外性？はい、例えば、この曲の3楽章は、ワルツ風です。ワルツのある交響曲ってあまり聞いたことがないかも。はい、それ以外にも、4楽章は、伝統的な、ソナタ形式、でありつつ、変奏曲にもなっているのです。また、都庁調の交響曲なのに、1楽章は都単調の助走で始まったり、こうした意外性のおかげで、何度聴いても飽きないのです。彼ののびのびとした発想が散りばめられているのね。では、各楽章を紹介します。第1楽章。哀愁たっぷり。一気に心が奪われますよね。さて、この旋律。同じ音が多いと思いませんか？確かに。最後の方なんてほぼにしかない。この、同音反復は、他の場所でも見られます。同じ音の連続なのになんで心に染みるの？音は同じでも、裏の和音の移ろいによって、景色が変わっていくからだと思います。また、同音反復自体が、民族音楽の一要素なのかもしれませんね。今、第一主題がやってきました。ロマン派特有の、息の長い旋律です。ふむふむ。一楽章は、この伸びやかで弾むような雰囲気が特徴です。まさにロマン派の自由さが出ているのね。第二楽章。胸が現れるようね。ドボルザークが思い描いた、田園風景のような楽章です。数小節をかけたフレーズが景色の広さを感じさせますね。今流れている雄大な助走の他にも、小鳥の鳴き声、吟遊詩人のようなコンマスソロなど、とても叙情的です。確かに、この楽章を聞くと、ビソカーの風景に着想を得たって話もわかるわ。第3楽章。この楽章は、ワルツ風です。確かにワルツっぽい。でも、すごく心に響くわ。ただの舞曲ではなく、グラツィオーソ、愛らしく、優しく、という記号が興味深いです。指揮者と演奏者の表現に注目ですね。また、トリオも面白いです。彼自作の、頑固な者たち、というオペラで、意地っ張りな村の恋人が踊るシーンです。オペラでは少ししか現れませんが、エッセンスは同じですね。ちょっと和んじゃうかも。第4楽章。先ほど言ったように隠れた変奏曲です。この主題が様々な形で演奏されます。ちなみにこの主題は、スコチナー舞曲といって、ボヘミアの代表的な民族舞踊から来ています。中間部には、血湧き肉踊るシーンもあり、全体にわたって楽しい楽章です。聞いているだけで心が躍りそう。ウプ主は学生時代にこの曲を弾いたのよね。そうですね。バイオリン式としてはどんな感じ？すごく楽しい曲ですよ。何より旋律が素敵なのが魅力です。ファーストバイオリンには素敵なメロディーが盛りだくさんです。個人的には、3楽章のワルツを弾けるだけで、ファーストを選びたくなります。確かに、練習のモチベーションが上がりそう。セカンドバイオリンも楽しいですよ。ドボルザークはもともと楽団のビオラ奏者だったので、内声がワクワクするような楽譜を書いているのです。重要なリズムを担当したり、接続部分の旋律を担当したり、もちろん内声らしいハーモニーも盛りだくさんです。セカンドがこれほどマルチに動くのは、ドボルザークならでは、です。いいわね、どちらのパートを弾いても、ああ、この曲素敵だなぁ、と思えそう。というわけでエンディングです。ドボルザークの見た自然や田園風景が、脳にブワッと広がるような曲だったわ。私、新世界以外の曲は知らなかったけれど、この曲のおかげでドボルザークがもっと好きになりそう。端正な曲調と民族性のバランスが取れた名曲です。機会があればぜひ生演奏も聴いてみてください。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時はまた見ていただけると嬉しいです。今回の詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。